ボンジューパリプロムナードチャンネルへようこそ。今日私はパリのカルチエラタンにあるとっておきのお店をご紹介したいと思います。アップサイクリングという言葉を聞いたことがありますか？リサイクルという言葉はもちろん皆様よくご存知だと思います。リユースという言葉もおそらく聞いたことがあるのではないでしょうか。いずれも再利用するという意味合いだと思います。アップサイクリングというのは元のものの価値を上げて再利用することと言えるでしょう。このチャンネルではフリーマーケットをいくつかご紹介してきました。そこで掘り出し物を見つけるのは本当に楽しいですよね。アップサイクリングはヴィンテージ愛好家の上級版と言えるかもしれません。今日のお店、アップサイクリングがとてもセンスよく実践されていると聞いていて、私はずっと気になっていました。カルチエラタンの丘を登ってきて、ここには以前このチャンネルでご紹介したサロンドテがあります。そして今日目指すお店はそのハス向かいに位置しているんです。名前をイニシャルボニーと言います。このショーウィンドウからしておしゃれな感じですよね。この傘立ては昔の牛乳缶じゃないかしら。お店の中に入ってみましょう。フランスの趣味の良いおばあちゃん家のリビングルームを思わせるようなノスタルジックな雰囲気が感じられる、とても素敵なプレゼンテーションじゃないでしょうか。それぞれのコーナーにパーソナリティが感じられる、そんなお店です。お洋服もありますね。ヴィンテージのこのカラフルな感じ、なかなか素敵ですよね。この方がお店の創業者、リサさんです。彼女がこのお店のことを説明してくれます。フランスの国民的歌手ジョニー・ハリデーのレコードジャケットがリサさんの祖父母のお店で撮影されたんですって。それが彼女のおじいさんとおばあさん。この記事の写真の隅にリサさん本人も写っているんですって。リサさんの祖父母はパリ5区、まさにこの界隈でオートバイの専門店を営んでいたそうです。そしてこのオートバイ、
これはボニーという愛称で親しまれていたものだそうで、おじさんとおばあさんは自分たちの家にもこのボニーという名前をつけたのだそうです。リサさんはこのお店を2023年9月にオープンしていますが、お店の名前はその祖父母の家の愛称にちなんだものなのだそうです。お店に入ってきてノスタルジックなおばあちゃんの家に来たような印象を持ったのは、なるほど、そういうコンセプトから来ていたわけですね。お店の奥にはダイニングキッチンもあります。しかもここにあるものはほとんどすべて買うことができます。さらに言えば、それらすべてはパーソナライズすることが可能。このシャンパングラスにはパリ・ジュテームと刻んであるんです。そしてこちらのビールグラスに刻まれているのはアレ・ラ・フランス。フランスのサッカーファンへのプレゼントとしてはとても気が利いているんじゃないかしら。リサさんとしてはこれらのものはすでにものとして歴史を刻んできた。そこにさらにこれから持つ人の歴史を重ねるということを考えているんです。このミルクピッチャーのコレクションがまあ見事。さまざまな国のものがあるそうです。もちろんすべてヴィンテージ、リサさんが集めたものです。これらのお皿、とっても素敵なセットだなと思ったんですが、これはなんとヴィンテージのお皿に新しく絵付けをしたものなんですって。すごく洒落てますよね。これはペットの写真をもとにして絵付けをしていただくというもので、なるほど、こういうパーソナライズの考えもありますね。入り口近くの棚にきれいに飾ってあったお皿、そこにも模様が施されていたんです。それぞれ手書きで、しかも金の絵付けもできたりします。そして一点一点には絵付けをしたアーティストのサイン、こちらのお店の名前、さらにシリアルナンバーが入っています。つまり世界で一つだけのオリジナルプレートの出来上がりというわけです。絵柄や言葉、それから彩色の種類も様々あって、好みのものを選ぶことができます。ステップとしては、まずベースとなるお皿を選びます。これらのお皿もまたリサさんがフリーマーケットなどで選んできたものです。そしてこの壁にかかって
っているのが絵柄のモデルになるものです。そこに格言を入れてもいいし、生まれた赤ちゃんの名前を入れてもいい。結婚の記念、あるいはお誕生日のプレゼントにも良いですよね。一番人気はこのマリー・アントワネットの絵柄。私が気になったのは、マリー・アントワネットの首のところに切り込みの印が入っていることなんです。でもリサさん曰く、この点々は描かずにマリー・アントワネットの首をつけたままにしておいてもよいとのこと。ちょっと安心しました。そしてパーソナライズしたものにはこの証明書が添えられます。しかもこのカードそのものが昔ながらの印刷技術を継承しているアトリエで作られているんだそうです。洋服もパーソナライズできます。例えばこちら。Alors ça, ce sont des vestes de travail d'ouvriers Oui. qui sont normalement longues, qu'on vient, donc des bleus de travail, qu'on vient couper, on y met un bord-côte, un écusson chiné, et ensuite... Ah oui, ça c'est aussi Exactement, ajouté. tout est... Exactement. Et vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et l'idée, c'était de faire donc des vestes qu'on peut porter pour supporter son équipe de France dans le sport favori. Et moi, j'ai fait broder Bonnie dans le dos. Ah oui. Voilà. Oui. Et donc, vous pouvez effectivement le porter. On peut. もともとの作業着の色がブルー、ボタンは赤、刺繍は白。フランスのトリコロールカラーで統一しているところがとても心にくいではないですか。こういうカスタマイズもあります。シャンピオンというロゴに NE をつけることによってシャンピオンが女性名詞になります。Et mon objectif, c'est de faire des collaborations, bien sûr, avec la marque et avec des associations de lutte, soit contre le cancer, soit pour les droits des femmes, et de reverser une partie. C'est pas encore fait, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et qui sera, j'espère, réalisable dans le futur. On a donc des sweats, on a des t-shirts, on a des sweats à capuche, comme celui-là. Ah oui, oui. Très bien. このアイデアが私はもう抜群だなと思いました。Des torchons anciens qui étaient très peu utilisés la plupart du temps. Et en fait qui étaient offerts par souvent les assurances ou les marques. Là c'est le printemps, le célèbre grand magasin, les grands magasins pardon. Et Printemps et printemps. Oui exactement, tout à fait, exactement. Et donc là on l'a personnalisé pour Akissi, une cliente. Donc elle avait choisi d'abord la pièce du torchon et ensuite ma maman et moi et surtout ma maman en ce moment chine des pièces. On a recherché le sweat qui allait avec. On a brodé son prénom. Le Bombers étant un petit peu le produit phare de la boutique. Voilà, celui-ci c'est le mien, c'est pour montrer un petit peu les exemples. Le concept, c'est ça. Exactement. Donc là, les tapisseries sont souvent achetées en vide-grenier, elles sont encadrées. On les décadre, on les nettoie bien sûr. Et après, vous pouvez les sélectionner, comme celui-ci. Ah oui. J'ai beaucoup de bombers et vous pouvez choisir la taille. Et ensuite, le couturier vient enlever toute la doublure et vient la poser au dos. Voilà. Et celui-ci va partir en Californie. Par exemple. Donc vous pouvez acheter des pièces qui sont déjà embellies. Comme ah celui-ci. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est déjà fait. Exactement. Vous pouvez personnaliser en choisissant, j'ai à peu près... これからお客様を待っているモデルもたくさんありました。Vraiment, vous choisissez ce que vous
souhaitez. 私はこの組み合わせがすごく気に入りました。 Que vous pouvez acheter comme ça. Et donc on peut voilà, l'emmener en couture sur cette Ouais. petite veste en jean. Ah, c'est bien. Voilà. Le niveau de prix, est-ce que Alors, c'est varié? Alors oui, c'est varié parce que ça dépend de la marque du vêtement et ça dépend si on enlève la doublure ou si on n'enlève pas la doublure. Ça dépend effectivement si c'est une veste en jean, si c'est un sweat ou si c'est un bombers. Les sweats sont environ entre 150 et 200 euros. Les vestes en jean sont entre, on va dire, 190 et 260 à peu près. Les bombers entre 250 et 350. この組み合わせも本当に面白い。これガソリンスタンドの従業員の方のジャケットだったのではないかしら。そして組み合わせた付近の模様がヴィンテージカーなんですよ。とっても洒落てますよね。リサさんはこんな風におっしゃっていました。世の中にはすでに物があふれかえっています。それに加えてもしかしたら子供が作っているかもしれないような洋服を大量に生産する必要はないんじゃないかしら。それよりもすでにあるものを生かすということがとても大事だと思います。古いものはそのままそれを特別な日のプレゼントにすることは難しいかもしれないけれど、このように唯一無二なものとして価値を高めることができるのならば、それはとても意味のあるプレゼントになると思います。私はその言葉に深くうなずきました。彼女はオートクチュールやハイジュエリーのブランドでプレスの仕事をしていたという経歴の持ち主。そしてこのお店のコンセプトは2019年頃には抱いていたそうです。体の内側から強い思いがこみ上げてきていたのだと彼女は語ります。それがこうして現実のものとなったんですね。ここには魅力的なヴィンテージアイテムがあるだけでなく、ファミリーの歴史、物の歴史が大切にされていて、リサさんの抜群のセンス、そしてそれぞれの分野のアルチザンたちの仕事によって新しい命が吹き込まれている。そこが素晴らしいと思います。カルチエラタンは坂道の町。こんな階段もあるんですよ。カルチエラタンは学生の町でもありますが、パリの人たちの暮らしもそこに重なって見える、なかなか雰囲気の良い海外だと常々思っています。そぞろ歩くのもなかなか楽しい場所です。そして私はこの辺りを通るたびに
角地を上手に使った店構えが素敵だなぁといつも惹かれていた場所があります。それがここなんです。ストラダカフェ。ちょうどお腹も空いていることだし、私はここでランチにしたいと思います。お天気がいいとやはりテラス席が人気です。私のように一人でふらりと立ち寄っている感じの女性も結構いらっしゃって、リラックスした雰囲気なのがとてもいいですね。私はここで食事をするのが初めてなので、お店の方におすすめを聞いてみました。いろいろと説明してくださった中で、私の今日の気分に合っていたものを注文しました。それがこちらです。ベーコンサンドイッチ、アボカド、チェダーチーズも入っています。ルッコラと完熟トマトが添えられているところも好感度抜群です。コンパクトにまとまっているように見えますけれど、これがなかなかしっかりとしたボリューム感があって、私のランチとしてはパーフェクトでした。サンドイッチのこんなバリエーションもあるんですね。お店の中にはクッキーやケーキなどもあって、どれも美味しそう。パンペルデュをオーダーしている人が結構いらっしゃいました。きっとそれもこのお店の人気商品なんでしょうね。次はこのお店のご自慢のカプチーノとパンペルデュでコーヒーブレイクというのも良さそうです。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。もしこの動画が気に入られたら、どうぞ高評価とコメントをお寄せくださいませ。またチャンネル登録がまだお済みでない方は、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。とても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント。